こんにちは、ミッキーです。今回は大阪カフェ&グルメ5選としてお店をご紹介していきます。昨年の末に友人の結婚式が大阪でありまして、せっかくなのでいくつかお店を巡らせていただきました。年明け以降、まん延防止等重点措置などが発令されまして、なかなか旅行の動画を上げるのは控えていたんですけれども、ちょうど3月の21日に全面解除されたことを踏まえまして、改めて大阪からご紹介できればと思って紹介しています。動画の内容自体はクリスマス前のものになってしまうんですけれども、十分に冬の景色とか大阪の魅力は伝えられると思いますので、ぜひ今後旅に行かれる機会がありましたら参考にしていただきたいなと思っています。おすすめスポットの情報も合わせてご紹介してますので、そのあたりもぜひ参考にしていただければと思います。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは2021年8月にオープンしたばかりのアップグリーンさんでございます。こちら大黒町という駅の近くにあるんですけども、エリア的には難波とかからも近い場所にありますので、その辺りでランチをされたりとか、あとは観光されている中でも使いやすいような場所になっているかなと思っています。さらに言いますと、こちらは露天風呂付きホテルでありますホテルソビアルの1階に併設のおしゃれカフェになっていますので、もしホテルに泊まれる機会がありましたら合わせて楽しんでいただきたいような、そんなカフェになっています。こちらのお店は木の温かみのあるインテリアに囲まれた居心地のいい空間の中で朝から夜まで楽しめるオールデイカフェになっています。特にティーにこだわったカフェ&バーだということでございまして、お客さんにより健康になりゆっくりと紅茶を美味しく飲んでいただきたいという思いで、品質味ともにこだわって厳選された極上の茶葉と香り豊かなフレーバーを使用しているということでございます。さらに1杯ずつ丁寧に提供してくれますので、そのあたりも嬉しいポイントになっているかなと思っています。ちなみに紅茶は血圧上昇を抑えることや糖尿病肥満予防にも効果があると言われているとのことですので、そのあたりも嬉しいポイントですよね。この日はティーソーダと、あとはモーニングセットのミニクロワッサンをいただきました。モーニングセットいくつか種類もありますので、皆さんの方でお腹の空き具合と相談しながら頼んでいただくといいかなと思っています。大阪まさに食い倒れの街でもありますので、朝ごはんは私も控えめにさせていただいて、いろいろなお店を楽しめるようにというコンセプトのもと、このアップグリーンさんでは軽めにクロワッサンをいただくことにしました。あとはこのティーソーダ自体がとても魅力的でございまして、この可愛らしいコースターの上に乗っけてくれるという形でございます。で、やっぱりこのクラフトコーラらしさというか、最近こういったクラフトソーダみたいなのが流行ってると思ってまして、こちらのティーソーダもまさにですね、このシロップとソーダを混ぜていただいて、その果実感を味わえるような、そんな味わいになっていました。朝からこんな感じの贅沢な空間でじっくりと過ごすことができましたので、ぜひ皆さんも参考にしていただいて、いろんなメニューを試してほしいなと思ってます。そして先ほどちらっと申し上げたんですけれども、実は私先ほどご紹介したアップグリーンさんが併設されていますこちらのホテルソビアル難波大黒町に泊まることにしました。こちらのホテル自体も2020年の1月にオープンしたばかりだということでございまして、先ほどもちらっと申し上げましたけれども、露天風呂がついているのがとても魅力になっています。あとはこちらではこんな感じのおもてなしのクッキーとかブラウニーとか、あとは紅茶とかコーヒーみたいなものが無料でいただくことができますので、こちらでお好きな分お取りいただいてホテルの客室で楽しむことができるかなといった、そんな場所になっています。比較的新しいからかとてもですね綺麗になっていますし、このホテルの周りにもコンビニがあったりというところで、まさにお手頃な価格で十分に大阪を巡るにはいい場所だったかなと思っています。露天風呂が別途ありますので、客室の中ではシャワールームのみという形になってるんですけども、割と広々としてゆったりと楽しむことができるかなと思いますので、ぜひホテル選びの参考にもしていただければなという感じでございます。私過去にもいくつかですね県を巡ってるんですけども、ホテル泊まるときはなるべく露天風呂を選ぶように、そんな心がけをしているという形でございます。で、先ほどから申し上げてますのがこちらの露天風呂でございます。あとはですね、カフェ好きの方なんかはカフェが併設されているホテルを選んでいただくとより楽しめるかなと思ってます。続いてのカフェをご紹介する前に、せっかくなのでこの大黒町でぜひ訪れてほしいような場所をご紹介していきます。ちょっと奥にもすでに見えているかと思いますけれども、こちらのインパクトがある獅子殿が特徴的になっています。こちらは難波八坂神社でございます。
2001年に大阪市で初めての無形民族文化財にも指定された場所になっていまして、せっかくなのでこちらも訪れていただくといいかなと思いますし、結構ご存知じゃない方もいるかと思いますので、ここで写真とか撮っていただくとかえってインスタ映えにもなったりするかなと思ってます。続いてご紹介しますのは、場所を難波に移しまして、先ほどの大黒町からも歩いて行ける場所にありますので、ぜひここでランチとか楽しんでほしいなと思っています。そんな中、私がランチいただいたのはこちら自由軒さんの名物カレーでございます。こちら明治43年創業の歴史があるお店になっていまして、こちらで人気のカレーライス名物カレーは、当時ご飯を保温できる炊飯器がなくて熱々のカレーを出すことが難しかったという状況を踏まえつつ、ご飯が冷めていても熱いカレーを混ぜ合わせることで熱々の美味しいカレーに生まれ変わるという発想から誕生しましたのが名物カレーだということでございます。その名物カレーがこちらになっていまして、皆さんがイメージされるような普通のカレーとは見た目が違うかと思いますけれども、このカレーとご飯が混ざった上に、当時は高級品であった卵を落とすことで味にも栄養にもこだわった庶民の人気メニューとなったということでございます。大阪というとたこ焼きのイメージが強いかと思いますけれども、名物カレーもとても有名になってますので、大阪で試してほしいなと思っています。続いてご紹介しますのはコーヒーポート大阪スタンドでございます。こちらは先ほどの難波から少し歩いた場所にあります心斎橋のお店でございまして、2020年の7月にニューオープンのお店でございます。こちらも実はホテルモーニングボックス大阪心斎橋というところの1階に併設のカフェになっていますので、もしよかったらこちらのホテルに泊まっていただいて、朝ごはんとかはこちらで楽しんでいただくというのもおすすめかもしれないです。素材にこだわったこちらにも映していますような焼き菓子とのペアリングが魅力的なスペシャルティーコーヒーの専門店になってますので、もちろん焼き菓子もおすすめですけれども、コーヒー好きな方でも十分に楽しむことができるかなと思っています。で、今映していますのは1階の様子になってまして、1階のこの場所はホテルの宿泊客以外でも利用することができるということでございますので、私のように泊まらないという方でもじっくりと楽しめるかなと思っています。この階段を上っていただいた先にあります2階のホテルラウンジもあるんですけども、この日たまたまイベント開催のため利用することはできなかったんですが、こちらも600円以上購入することでこの2階の広々とした空間を使うことができるということでございますし、こちらではコンセント付きでカウンター席があったりとかくつろげるソファー席などもあるということでございますので、まさにラウンジライクに使うことができて、ちょっとした作業なんかにも使うことができるかなと思っています。こちらではモーニングとかランチでの活用ができるようなメニューもたくさんありますので、ぜひそういった用途でも使ってほしいカフェになっているかなといったところです。今回は贅沢なキャロットマフィンをいただいたんですけれども、ベイク職人さんが日替わりで作っているということでございまして、無添加の焼き菓子はもちろんですけれども、オーガニック、ビーガンにこだわったランチメニューなどもいろんな楽しみ方ができるかなというところでございます。こちらのキャロットマフィンも非常に美味しかったですし、あとはキャロットケーキがとても有名だということでございますので、もしキャロットケーキが販売されていましたら皆さんも頼んでほしいなと思ってます。あとハンドドリップは浅入りと深入りから選ぶことができますので、ぜひスイーツとのペアリングも考えてみてください。続いてご紹介しますのは枚方ティーサイトというところでございます。この特徴的な設計の建物がとても有名になっていまして、そもそもこの漢字枚方って読むこと自体私は初発見だったんですけれども、こちらの建築物は竹中工務店の設計のもと2016年に誕生した商業施設だということでございます。こちら入り口にありますスターバックス含めてとてもおしゃれな空間が広がっていまして、ちょっと残念ながらこの建物の中は撮影をすることができなくて、一部今回ご紹介したような本棚のエリアだけが撮影ができるということでございますので、その点ちょっと注意いただきたいなと思っています。ただ今映していますようなこういった本棚のエリアは写真も含め撮っていただくことができるということなので、ぜひですねこの場所ではしっかりと写真撮っていただいたりとか、あとですね結構この写真を撮ってアイコンにされているような方もいるかなという話を聞いていますので、ぜひ皆さんもお気に入りのアングルでお気に入りの写真を撮っていただきたいなと思っています。私の過去の動画の中では所沢にあります所沢桜タウンの本棚劇場というところをご紹介させていただいたりとか、名古屋の動画の中でイオンモールがありまして、そこでも圧巻の本棚のエリアがありましたので、私結構こういった本棚があります設計にこだわった空間なんか、興味があって旅の時には訪れるようにしています。でこちらの枚方ティーサイトさんでは街のリビングを作るというコンセプトのもと、本を通してライフスタイルを提案する商業施設を目指しているということでございます。なのでこのTSUTAYAが展開しているようなさまざまな本が販売されていますし、
ワンエリア丸々お子さんが楽しめるような場所もありましたので、幅広い年齢層、幅広い方々が楽しめるような空間になっているかなと思っています。以前に隈研吾さんの建築物特集をしているんですけども、まさにカフェ好きの方なんかはこういった建築も含めて楽しんでいる方も多いと思いますので、ぜひこちら足を運んでいただいてスターバックスも楽しんでいただきたいなと思っています。続いてご紹介しますのは、昭和町駅からうさぎと僕というお店でございます。こちらは長屋を改装してできた自家焙煎のスペシャルティーコーヒー店になっていまして、私が今回大阪で訪れた中では一番お気に入りのお店になっています。元は洗濯屋さんを営んでいたというこちらの長屋なんですけども、なんと築92年の歴史を持っているということでございまして、洗濯板が店頭にあったりという形で、ところどころに当初の名残があるというところも特徴になっています。このレトロな雰囲気もとてもおしゃれだなと思いますし、この居心地のいい空間の中でとても親切な接客をしてくれるところも嬉しい部分かなと思っています。で、店名はうさぎとついていまして、マスターがうさぎが好きだからという理由だということでございますけれども、うさぎという店名とは真逆で、亀のようにじっくりと歩んでいきたいという思いで、日々焙煎したてのコーヒー豆を提供してくれているハートフルなお店でございます。こちらのお店では障害者施設を退職した夫婦が始めたということでございまして、障害のある方の支援や保護猫のボランティア、あとは SNS での地域の情報発信など社会貢献にも積極的なお店になっています。木豆からコーヒー豆を焙煎してくれますので、コーヒーにこだわりがある方とかコーヒー好きな方はぜひ一度は足を運んでほしいような、そんなお店になっているかなと思っています。私はこの日せっかくなので、この木豆から焙煎をしていただいてコーヒー豆も購入したんですけれども、焙煎から約10分ぐらいでいただくことができますので、コーヒーメニューを頼んでいただいて店内の中でじっくりと過ごしていただく中でも十分余裕を持って焙煎をしていただくことができるかなと思っています。先ほどちらっと映していたような焙煎機でやってくれまして、そちらの様子も見ることができますので、ぜひそのあたりも楽しんでほしいなと思っています。オリジナル商品のデザインやパッケージ含めて店主さん自ら担当されているということでございまして、まさにですね、このラテアートのクオリティの高さは店主さんのデザイン力の高さから来ているのかなというふうに感じられまして、その抜群なセンスもとても素晴らしいなというふうに感じました。器とか含めましてとてもこだわっているなと思いますし、このクッキーを添えてくれたりっていう心遣いも含めて空間設計全てが満足感たっぷりになっていると思いますので、難波からも比較的近い距離で訪れることができる場所にありますので、ぜひ一度は試してほしいようなそんなお店になっています。で、焙煎していただくとこんな感じの可愛らしいイラスト付きのパッケージに封をしていただくことができまして、お土産用にも買っていただくことができると思いますので、こちらもお勧めできるかなと思っています。ぜひ試してみていただいて、お腹も心も満たされてほしいなという形でございます。そして最後にご紹介しますのは、大阪城公園にありますスターバックスコーヒーでございます。実は一番紹介したいのはこの後にご紹介する大阪城公園森の宮店になっていました。ただですね、こちらの大阪城公園店もとても素敵な空間だったので、せっかくなので撮らせていただいて今ご紹介させていただいているという形でございます。なので大阪城公園には実は2つのスターバックスがあるので、機会がありましたら両方楽しんでほしいなと思いますし、あまり時間がない方は近いところのスターバックスを楽しんでいただくというだけでも十分に満喫できるかなと思っています。まさにこの夜になった時のこのライトアップの感じとかもとても素敵になっていまして、ちょっとこの光の照らし具合がうまくいかなくてですね、動画の方では十分に魅力が伝わってないかもしれないんですけれども、こんな感じで写真に収めさせていただきますと、こういった光の具合でおしゃれな空間になっているかなというのを味わっていただけると思っています。この日は天気も良かったので、この夜空の感じも相まってとても美しく撮れたかなと思っています。で、こちらがご紹介したかった大阪城公園森の宮店のスターバックスコーヒーでございます。こちらはリージョナルランドマークストアに指定されているスターバックスコーヒーでございまして、私の過去の動画でもスターバックス特集の中でもご紹介していますし、他にも二子玉川店のスターバックスコーヒーとかも実はリージョナルランドマークストアになっているということでございますので、ぜひ参考にしていただきたいなと思っています。こちらのお店も2018年にオープンしたばかりでございまして、このリージョナルランドマークストアは国内でも28店舗しかないということでございます。で、何がリージョナルランドマークストアたるゆえんなのかと言いますと、日本の各地域を象徴する場所に建築デザインされているのがこの店舗でございまして、地域の文化を世界に発信する店舗の総称だということでございます。なのでめちゃくちゃこだわった空間がこちらで演出されているのはそういった背景があって、さらにスターバックスが世界に誇りたいようなお店になっているからだということでございます。で、こちらグッドデザインアワード2018のベスト100にも選ばれているということでございますので、スターバックスが
紹介したいという思いと、あとはグッドデザインアワードにも評価されているということで、この空間自体はとても間違いないかなと思っています。先ほど平方 T サイトもご紹介させていただいたんですけれども、建築とかに興味がある方は大阪に来たらぜひこちらも楽しんでほしいなと思っています。で、店内入っていただいても結構広々とした空間が広がっていますので、ここもおすすめできる場所ですね。リージョナルランドマークストアは、訪れる人々がその地域の歴史や伝統工芸、文化、産業の素晴らしさを再発見し、その発見を通じて地域への絆を感じられるよう、様々なローカルのデザインエレメントを織り込んでいるということでございます。デザインエレメント、どういったところに織り込まれているかと言いますと、ここ大阪城公園森の宮店の中では、大阪城天守閣の石垣をモチーフにした石の材料、石材で店舗のカウンターや家具を構成しているということでございます。そのあたりもぜひ注目してほしいんですけれども、緑に囲まれたロケーションを生かしているということもありますし、今映しています通りガラス張りの店舗はこの緑に囲まれたロケーションとの一体感を表現しているということでございます。こちらが石垣でデザインされたテーブルになっています。ぜひこのあたりも楽しんでほしいなと思っています。で、ちょっと場所を移しまして梅田の様子を映してるんですけども、今回カフェ紹介は以上になるんですが、ぜひですね訪れてほしい場所、注目してほしい場所がありましたので、今回別途ご紹介させていただいています。その場所というのは梅田スカイビルの空中庭園展望台という場所でございます。やっぱりこの大阪梅田駅周辺はですね、たくさんお土産を買うのにも適していると思いますし、午後一の肉まんも買うことができて、さらに冷凍の肉まんもここで買うことができますので、お土産なんかに買われたい方、そして保存性も重要視したい方なんかはこちらに訪れていただいて、スカイビルに行く前もしくは行った後とかにお土産を買っていただくのもいいかなと思っています。で、こちらが先ほどからご紹介したいと思っていた空中庭園展望台でございます。結構しっかりとした空間の中で、地下通路を進んでいった先にあります空間にある展望台なんですけども、特にデートなんかで来られている方が多いなという印象でございましたので、デートスポットとしてはとてもおすすめなのかなと思っています。それ以外にも建築自体にもとても工夫がありますし、この空間自体ですね、やっぱ高いものとかに登っていただくとなかなか普段味わえないような空間とか、そういった空気とかを感じることができると思いますので、お一人様でもぜひ楽しんでほしいなと思っています。あとはこのビルを登っていく途中にあります空間では、こういったアーティスティックな空間も広がっていまして、この時期はたまたまクリスマスという季節柄もあったんですけれども、こういったライトアップとかも含めて十分に楽しむことができたかなと思っています。ちなみにこちらの梅田スカイビルは、歴史的建造物とともにイギリスでスリルに満ちた高層ビルとして世界の建築トップ20にも選出されたということでございますので、まさに世界からも評価されているビルだということでございます。なので今回の旅の中では建築系を楽しむ旅にもできたと思いますので、ぜひそのあたりが好きな方は参考にしてほしいと思いますし、もしお友達とかでこういった建築が好きな人とかがいましたら、ご飯も楽しめるし建築も楽しめるよって形で大阪に一緒に旅行に行ってほしいなと思っています。ちなみに梅田スカイビルはなぜ梅田スカイビルというかと言いますと、空とビルが一体化するという理由になっているようで、スカイビルの壁面は1万7000枚のハーフミラーとガラスで覆われているということでございます。そういったガラスで覆われているからこそ空の景色が映り込んで、ビル自体が空と一体化するということでございます。今ちらっと映していましたけれども、カフェの空間なんかもありますので、登っていただく途中で少し休憩を挟んでいただいて、じっくりと時間を過ごすというのもありかもしれないです。で、こんな感じでこちらも模型とかが展示されていまして、このスカイビルがどういった構造で出来上がっているのか、そしてどうやって作り上げていったかっていうようなストーリーもご紹介されていますので、この辺りもぜひ楽しんでほしいなと思っています。ちなみに少し紹介し忘れてしまったんですけども、このスカイビルの中にあるカフェにはですね、見せる焙煎機というものもありますので、焙煎している様子なんかもタイミング次第では見ることもできるかなと思っています。そしてこちらスカイウォークに向かっていただく途中にある空間なんですけども、こんな感じで上から眺めていただくと、こういったアーチ状の空間を見ることができまして、これもとても圧巻になっています。で、あとは外を眺めていただきますと、この大阪の街並みを一望することができますので、極上の空間を味わえるかなと思っています。ちなみにこちらの空から眺める景色は日本の夕日100選にも選ばれたことがあるということでございますので、タイミングが合えば夕暮れ時に訪れていただくと2倍3倍楽しめるかなと思っています。あとこちらの空中庭園展望台のエリアにはハートロックというハート型の南京錠を結びつけるエリアなんかもありますので、恋人などのパートナーさんと訪れていただいた場合にはこちらもご活用いただいて、旅の思い出とかにしていただけるといいのかなと思っています。以上、今回は大阪カフェ&グルメ5選としてご紹介させていただきました。
他にもせっかくなので見どころもいくつかご紹介させていただいたので、もし大阪に旅に行かれる機会がありましたらこの辺も参考にしてほしいなと思っています。あと私個人的な話で言うと、仕事の出張なんかでも大阪に行くことは多かったので、4月からの新しい生活が始まりまして大阪に来る予定がある方なんかはそういった時にも参考にしていただいて自分の空間を楽しんでほしいなと思っています。特に建築系が楽しめるような空間になってたかなと思っていますし、今回ご紹介させていただいたお店や見どころに関しましては、私が何度か大阪を訪れている中で定番は回りきってしまったので、ちょっと絞り出して訪れたみたいなところも実はあったりしますので、大阪在住の方も十分楽しめるかもしれないです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。